Мене звати Анна. Мене звати Хаято。今日は愛国心について話したいと思います。ウクライナは最近戦争の影響で愛国心がすごく高まってますけど、日本はどうですか？そもそも日本人は愛国心が低めだと思いますね。なんで？まあこれは個人的な見解もあるんですけど、戦後の教育の結果もあったりして、日本大好きみたいなのを日本人が言ってるのって聞いたことあります？周りの。ない一回もない。まあ僕はね日本大好き人間なんですけど、なんやかんや、いや悪いとこもめちゃくちゃありますよ。ありますけど、まあ基本的には大好きなんですけど、愛国心はおそらく戦後から言ったら一番クラスに低いんじゃない今と思いますね。低い、と思いますね。はい。俺は日本人として日本人の愛国心は低いなって感じてるけど、日本に住んでる外国人として日本人のその愛国心ってどう思う？それはあんまり感じてないっていうか、あんまり私の周りの日本人は多分ハヤト以外には本当に日本のことが好きな人たちがいなくない？非国民やん。まあそうだね。なんかまあでも私の周りの日本人はやっぱりちょっと外国人に向けてる人たちなんだけど、やっぱりなんかまあでもなんか母国だから好きでしょって聞いてみたら、いやそうでもないですよ、別にどうでもいいって感じでっていうような答え返してくれる人はまあ多かったでね、多かった。僕のね個人的な愛国見解は賛否あると思うんですけど、やっぱり僕の親族、ひいじいちゃんぐらいになるとやっぱ戦争行ってたりしてるんで、戦争で亡くなったりもしてるんで、青春時代にさ、やっぱ国を守り、家族を守りたいって感じだね。国を守りたいっていうよりは家族を守りたいって気持ちで向かってやっぱ死んでいった、親族とかを考えると、好きでいたいっていうのもあるね。いやいろいろあるよ。日本も高齢化とかさ、税金がとかいろいろさ、若者に厳しかったり、年寄り増えちゃったからねっていう風に国力も年々下がってるけど、やっぱりそれでも別に嫌いになることはないなっていうのはあります。常にね。だからなんかどうでもいいとはならないですね。なっちゃいけないと思いますね。いいだね。僕たちってさっきも言ったように、その愛国心的な意識自体が低いんですよ。そもそも。前も言ったけど教育の結果だと思うのよ。アメリカとかね。の結果だと思うんだけど、ウクライナ人ってその日々戦争前でもいいけど愛国を語ることってあるの？アメリカとかってさ、割とさ何かにつけて USA 言うじゃん。あれは多分その国民自体がいろんな人種があるから、その USA を強調することによってチームワークというかね、を高めれてるっていうのがわかるじゃん。でもウクライナとかってどういう感じなの？ウクライナって土地がすごく豊かなところなので、いろいろな国に占領された国として、なんかやっぱり自分の言語とか文化を大切にしようっていうような、価値観が、昔からあってて、1991年にウクライナが独立になって、それからなんか教育ももっと愛国心を育てるような方針になった。つまり例えば私の両親って別にウクライナが好きかどうかって聞いたら、どっちかというとやっぱり好きだと言うかもしれないけど、やっぱりなんかすごいなんだろう、愛国って感じではない。愛国ない。そうだね。でも私はもうなんか新しい世代としてすごい愛しようっていう、なんだろう。教育を受けたってことじゃない？そう。教育を受けて、やっぱりその影響が強いし、あと今の戦争の影響で普通の意識が高くなっているので、やっぱり両親と比べればこっちの方が愛国心が強い。でも日本はすごくいいところがたくさんあるじゃん。それもっと多くの日本人がちょっと自覚するべきってこと？そうだね。
まあそれは僕も間違いないと思います。うん、非常に歴史もあるし、うん、人間的にもすごいいいところは多いと思う。サービスとか、まあものづくりとかいろんなところあるから、まあ、もっと知って高めて大切にしていった方がいいんじゃないかなと思いますね。だからもうちょっとみんな日本のことをね好きになってほしいですね、自国民が。あと全世界にさ、本当に見習うべき国として認められてるから、それも覚えててほしいって感じ。ありがとうございます。では今日はこれで終わります。ありがとうございました。